ゴールデンウィークやお盆など、連休を利用して久しぶりに実家へ帰省した時、ふと、こんな風に感じたことはありませんか？昔より、明らかに物が増えているな。なんだか家全体が薄暗くて、少しカビ臭い気がする。親の足腰が弱っているのに、床に物が散乱していて危ないな。しかし、いざ片付けようと口に出せば、それはまだ使える、思い出の品だから捨てるなと親に怒られ、せっかくの休みに波風を立てたくないからと、結局見て見ぬふりをしてしまう。もしあなたが今、そんな風に実家の惨状を先送りにしているとしたら、その優しい現状維持が、将来、あなた自身の老後資金を大きく削る。恐ろしいは何かあるかもしれません。ようこそ、お金と自由の航路へ。船長です。今日お届けするお話は、親の実家の片付けを先送りすると、老後資金が消える残酷な理由についてです。私たち50代60代にとって、自分を育ててくれた親が住む実家は、たくさんの思い出が詰まった大切な場所です。しかし、親が高齢になり、物を管理する能力が落ちていく中で、家の中が少しずつゴミ屋敷に近い状態になっていくケースは、決して珍しいことではありません。親が生きているうちは、好きにさせてあげよう。自分が口出しして、親の生き方を否定するようなことはしたくない。その気持ちは、痛いほどよくわかります。しかし、この問題の最も恐ろしいところは、実家が片付いていないという一見ただの家庭内の問題が、親が倒れたり、亡くなったりした瞬間に、ダイレクトにあなたの財布、老後資金を直撃する。巨大な金銭的ダメージへと姿を変える点にあります。これは、単なるお片付け術の話ではありません。あなた自身が必死に貯めてきた、数百万という退職金やNISAの資産を守るための、極めて深刻な老後資金防衛の話なのです。今日は、感情論を一旦横に置き、実家をそのまま放置した場合に、将来あなたにどれだけの見えない出費が降りかかるのか、具体的なシミュレーションを交えながら、そのリアルな現実を解き明かしていきます。動画の後半では、親と揉めずに片付けを進めるための、心理学に基づいた大人の片付け術と、具体的な防衛策を公開し、最後には重要なポイントをしっかりまとめておさらいします。あなたの大切な老後資金を実家の片付け費用で溶かしてしまわないために、どうか最後まで一緒に確認していきましょう。まず最初に、実家を放置することで将来あなたに襲いかかる3つの見えない出費の恐怖についてお話しします。1つ目の恐怖は、遺品整理生前整理の莫大な業者費用です。親が突然入院したり、亡くなったりして、いざ実家を空き家にしなければならないとき、何十年も溜め込まれたもので溢れ返る家を、50代60代の子供が自分たちの手だけで片付けるのは、体力的にも時間的にもかなり難しいです。多くの場合、専門の片付け業者や遺品整理業者に依頼することになります。しかし、家一軒を丸ごと片付ける費用は、決して安くはありません。部屋の間取りや搬出の条件によっては、数十万円規模の費用がかかるのが一般的です。足の踏み場もないような状態や、大型の家具家電が大量にある場合、その費用はさらに膨らみ、想像以上の金額になることもあります。さらに恐ろしいのは、親が亡くなった後というのは、葬儀や様々な手続きに追われ、とにかく早く家を空けなければならないと、時間に追われているケースが多いことです。複数の業者から相見積もりを取ってじっくり比較検討する余裕がなくなり、結果的に相場よりもかなり高額な費用を請求されてしまう。といったトラブルに巻き込まれるリスクも高まるのです。親のもったいないという感情のツケとして、子供であるあなたが数十万円規模の費用を負担することになり、物量や条件によっては、その金額がさらに膨らむケースもあります。これが一つ目の現実です。二つ目の恐怖は、空き家放置による固定資産税の負担増です。片付けにそんなにお金がかかるなら、とりあえずそのまま放置しておこう。そう考える人もいるかもしれません。しかし、
物が溢れていて売ることも貸すこともできない実家を空き家のまま放置し続けることは、家計にとって大きな爆弾を抱えることになります。現在、日本の多くの住宅は、住宅用地の特例という優遇措置を受けており、土地の固定資産税が本来の金額よりも大きく減額されています。しかし、近年制定された空き家対策特別措置法により、倒壊の危険があったり、衛生上問題があったりして、自治体から管理不全空き家や特定空き家として勧告を受けてしまった場合、この優遇措置が外されてしまう可能性があります。自治体から勧告を受け、住宅用地特例の対象から外れると、税負担が大きく増える可能性があります。誰も住んでいない、1円の利益も生み出さない不動産に対して、毎年何万円、何十万円という税金を、あなたの老後資金から払い続けなければならない。これは、年金生活を迎える50代、60代にとって、まさに致命傷になりかねません。そして3つ目の恐怖が、維持費の致率も地獄です。空き家になった実家を維持するためにかかる費用は、税金だけではありません。放火や自然災害に備えるための火災保険料、掃除や空気の入れ替えに行くための交通費、契約を完全に切るわけにはいかない、電気や水道の基本料金、さらには、近所からの苦情を防ぐための、庭の草刈り代や庭木の剪定費用、台風などで屋根や雨どいが壊れれば、その消修繕にもお金がかかります。これらは一回一回は数千円、数万円かもしれませんが、条件によっては、年10万円単位の維持費がかかることもあります。それを5年、10年と続ければ、あっという間に大きな死に金となって、あなたの口座から消えていくことになります。親ともめたくないからという理由で先送りした片付けが、最終的に、業者費用、税金増、そして維持費というトリプルパンチとなって、あなたの NISA の元本や退職金を大きく削っていくリスクがあるのです。では、なぜ親の家はいつまで経っても片付かないのでしょうか。そしてなぜ、私たちはその問題を先送りにしてしまうのでしょうか。ここには、親と子、それぞれが抱える心理の罠が潜んでいます。まず親側の心理として大きいのが、もったいない精神と保有効果です。特に今の70代、80代以上の世代は、物がない時代を経験しており、いつか何かの役に立つかもしれない使えるものを捨てるのは罪だという、強いバイアスがかかっています。また、心理学でいう保有効果によって、自分が長く所有しているものに対しては、実際の価値以上の高い価値を感じてしまい、手放すことに強い苦痛を伴うのです。一方で、私たち子供側の心理には現状維持バイアスと罪悪感があります。片付けようといえば親が怒り出し、せっかくの休みの雰囲気が悪くなる。親のライフスタイルを無理やり変えようとすることは、親を否定しているようで罪悪感がある。だから、面倒な話し合いは次回にしようと、無意識のうちに問題を先送りにしてしまいます。しかし、残酷な事実をお伝えします。親は高齢になるほど、体力や判断力の面で、自力で整理することが難しくなっていきます。つまり、次回になればなるほど、片付けのハードルは上がり、あなたへの金銭的に具体的な負担は雪だるま式に増えていくのです。もったいないという感情を優先した結果、一番もったいないあなたの老後資金が消える。この矛盾に、今すぐ気がつかなければなりません。では、親子で飲めずに、そしてお互いの資産を守りながら、この難題を解決するためには、どう行動すればいいのでしょうか。ここで、私がご提案する大人の片付け術と防衛策をお話しします。まず一番重要なアプローチは、汚いから捨てるのではなく、親の安全を守るためという大義名分を使うことです。実家に帰った時、物が多すぎるから捨てなよと頭ごなしに言うと、親は必ず反発します。そうではなく、親の健康と命を理由にするのです。大きな地震が来た時に、タンスの上の荷物が落ちてきたら危ないから下ろそう。夜中にお手洗いに行く時、床のものにつまずいて骨折したら大変だから、ここだけ道を開けよう。
もし救急車を呼ぶことになったら、ストレッチャーが通れないと困るから玄関を片付けよう。親を否定するのではなく、親を心配しているからこそ片付けるのだという。安全確保、動線の確保をゴールに設定することで、親の心のハードルは大きく下がります。2つ目の防衛策は、親が元気なうちに生前整理を少しずつ始めることです。いざ空き家になってから業者に丸投げすれば、相応の出費になりますが、親が元気なうちに、ゴールデンウィークやお盆の帰省のタイミングを利用して、毎回少しずつでも不要品を自治体のゴミに出したり、粗大ゴミとして処分すれば、費用は数千円から数万円で済みます。これは単なる節約ではなく、将来の大きな出費を防ぐ、非常に効率の良い資産防衛です。一気に家全体を片付けるのではなく、今日はこの引き出し一つだけ、今回はこのクローゼットだけと、ハードルを極限まで下げて実行することが成功の鍵です。そして3つ目の重要なステップは、実家の終活イコールお金の話であると認識することです。実家の片付けは、最終的に親が亡くなった後、この家をどうするのかという、相続や不動産売却の問題に直結します。親が元気なうちに、もしもの時は、この家はどうしたい？少しずつでいいので、親の意向を確認しておくことが重要です。片付けが進んでいれば、いざという時に売るという選択肢をすぐに取ることができ、不動産価による税金や維持費の地獄を回避することができます。それでは、今日の非常に重要なお話をまとめます。あなたが老後破綻の航路を避けるために、覚えて帰っていただきたいポイントは、以下の4つです。1つ目、親の実家の片付けを先送りすることは、将来の業者費用、税負担増、維持費といった出費を招きやすい危険な先送りであること。2つ目、親のもったいないという感情と、自分の波数を立てたくないという現状維持バイアスが、あなた自身の老後資金を食い潰す原因になっていると自覚すること。3つ目、片付けを切り出すときは捨てるではなく、地震対策や転倒防止など親の安全確保を理由にすること。4つ目、親が元気なうちに少しずつ片付けを進めることは、将来の出費を防ぐための最も確実な資産防衛であること。いかがだったでしょうか。50代からの人生の後悔において、親の実家を片付けることは、単なる親孝行や大掃除のレベルを超えた、あなた自身の人生を守るための重大なプロジェクトです。親と喧嘩してまで片付けたくないと思うかもしれません。しかし、あなたが今、少しの勇気を出して行動を起こさなければ、将来、あなた自身が経済的な苦境に立たされ、結果として、あなた自身の子供にそのツケを回すことになってしまうかもしれません。ゴールデンウィークやお盆など、実家に帰省するタイミングは、この見て見ぬふりを終わらせる最大のチャンスです。完璧を目指す必要はありません。まずは廊下の一部、玄関の隅からでいいのです。親の安全を守り、そしてあなたの資産を守るために、今日から行動を起こしてください。今日のお話を聞いて、今回の帰省で、まずは玄関だけでも安全のために片付けてみます。親が元気なうちに、少しずつ生前整理の話題を出してみます。自分の老後資金を守るために、先送りをやめます。そう思えた方は、ぜひコメント欄で、皆さんの決意や、実家の片付けに関するリアルな悩みを教えてください。皆さんの声が、同じように悩む同世代の仲間の大きな勇気になり、私の動画作りの一番の力になります。そしてこの動画が、皆さんのこれからの資産防衛や、家族の幸せを守る、一つの重要な羅針盤になりましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんの応援が、私がこの公開を続けるための原動力です。決して焦らず、先送りの甘い誘惑に負けず、自分の航路を信じて、あなたの大切な資産と家族の未来を守り抜いていきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。